最近ヤブくんの友達の、うん彼女にするならどんな子がいいみたいなのをヤブくんが聞いた時に、友達がメンヘラじゃなかったら何でもいいよみたいな。俺の友達そう、あなたの友達に聞いたの。あなたがね、それを私に話してくれたことがあって。あんま覚えてないな。そう、で私の中では結構それがって感じで結構引っかかって、まずいや彼氏が彼女をメンヘラにするのであって、もともとその子がメンヘラなわけではなくないみたいなるほど。な。まずそれが出てきて、けどでもさすがに性質的なもの側面もなくはないかみたいな感じで、結構両方出てきてさ、だから今日はちょっとこのメンヘラっていうのはその人の性質的なものなのか、それともその人が陥ってる状態なのか。なるほど。じゃあどっちなのかっていうのを話すってこと。そう、どっちなんかっていうのを一緒に探っていきたいね。これあれじゃん、結論グラデーションだよね。結論なんじゃないの。いやでもこの探っていく過程において、人はメンヘラというものを見つめ直すことができると思う、ね。ああ、なるほどね、この多様性社会で白黒をつけるっていうことではなく、こういうディスカッションを通してメンヘラへの理解を深めようと。そうやね。いう試みですね。はい。わかりました。よろしくお願いします。はい、メンヘラを理解していこうという。はい。話ですと。はい。で、そうやね。まず私は考えて、メンヘラっていうのはどういう状態？まずどういうことがメンヘラなんかっていうメンヘラの定義から考えたいと思ってて。はいはいはい。で、よく言う一般的なイメージとしては、メンヘラっていうのは、こう自分の承認欲求に振り回されてる状態なんかなみたいなるほど。な。まずそれが一番最初に出てきたんよ。承認欲求に振り回されている。そう。私に注目してほしい。私を見てほしい。構ってほしい。好きって言ってほしい。で、付き合ってるっていう状態において、例えばその欲望を満たしてくれる相手として彼氏を置いて、その自分の欲望を全部彼氏にぶつけちゃうっていう状態。その状態が一般的に言う彼女がメンヘラっていうやつなんかなみたいな。なるほど。自己承認欲求をぶつける相手が全部彼氏になってると。そう確かになんかそれ言われて思ったのはさ、ちっちゃい女の子の子供ってさ、ぬいぐるみ持ってたりするやん。するね。パートナーピカチュウみたいなさ、一生こいつと一緒にいるみたいな、寝る時も一緒、出かける時も一緒みたいな、あれちゃうあれが悪いんじゃないのあれが悪いあれによってだからなんか愛着を持つ対象が一個になりがちみたいな。なるほどね。だからいい大人になってぬいぐるみはなくなって、彼氏がぬいぐるみ代わりになってるってこと。なるほどね。なんかそういう風にイメージしました、僕は。それを聞いて。はい、すいません。確かにその相手をコントロールしたいっていう気持ちでもあって、なるほど。その相手を操縦したい、思い通りにしたい、支配したい、承認欲求を満たすために相手をコントロールしたいと。っていうかその承認欲求を満たすとは相手をコントロールしたいっていうのはまた一個違う話やとは思ってて。なるほど。一旦飲み込みますよく分かってないけど一旦飲み込みます。そう、なんかその承認欲求っていうのはさ、こう内から外に入ってきてほしいっていう気持ちやん。もの、いいね、
他者から自分へ入ってきてほしいっていうことや、うんうんうん、けど支配したいっていう気持ちは反対向きの運動なわけ。ああ、内から外に。淳の手から伸びた糸のマリオネットのように彩香が動いてほしい。今コントロールしたい主体は俺ね。そう。ああ、俺がコントロールしたいとこうやって。そう。ああ、エクスターナルな感じね。そうやね。外向きの感情であって、でも、はいはい、なんていうその着眼点自体は合ってると思ってて、そのこういう性質と、この外のものを内へと取り込みたいという性質と、自分から外をコントロールしたいっていう性質を合わせ持ってはいると思うね、そのメンヘラになってるっていう状態は。なるほど、その2つともあるんか。なるほど。でその2つの行動を一人の人間とやろうと思うと、彼氏がこのギブのことも、でその彼女の思い通りに動くっていうこともやってって彼女が思うと、しんどいって。なるほど、彼氏の負担が大きくなる。そうやね。なるほど。そうすることに、はい、わかりました。一旦。そうそう、まずこういう状況がメンヘラなんじゃないかな。はい。となると、初め言ってた、彼氏が彼女をメンヘラにしてるという主張とどう結びつくんですか？あなたは今逆のことを言ってませんか？まあ状態の話をしたんであって、今メンヘラになってる人っていうのはね、ああ、なるほど。メンヘラになった結果こうなるよってことね。そうやね。ああ、そういうことか。ではなぜこうなるのか。ああ、はいはい。なぜそんなエクスターナルとインターナルが同時に発生してしまうのかと。で、まあその彼氏のせいで彼女がメンヘラになるんじゃないかっていう方からまずいくね。はい。まあそれで言うと、でも彼氏が彼女にそのどういう形で愛情表現をしてるかっていうのが伝わってない場合がまずあります。もう一回言ってもらっていい？彼氏が彼女にどういう愛情表現を自分がしてるか。どういう愛情表現、自分は彼氏のこと、そうはい、してるかを伝えてないんじゃないかって。ああ、どういうこと？彼氏は、私はあなたへ愛情表現するために明日から好きと1日に1回言いますみたいな宣言をしてないってことか。あ、そうそう。ああ、そういうこと。はいはいはい。そのままに思うような愛情表現をしてそれが伝わってないっていうパターンはあるとは思ってて。ああ、なるほど。じゃあ彼氏は愛情表現やと思って言ってるけど、彼女はそれを愛情表現として受け取っていないと。はい。そういう状況が世の中にあるのではと。そうです。なるほど。例えばどういう？例えば、そうやな。結構謎のものをプレゼントしてきたりとか。ああ、なるほどね。修学旅行で酒で買ったドラゴンのキーホルダーとか彼女にプレゼントするみたいな、けど彼女はこれはなんやねんみたいになって、愛情表現だとは認識できないと。まあもしくはその彼氏が例えば、違う女の子となんかするとか、そういう不安にさせるような行動をとっているんじゃないかと。はいはいはい。この結局その承認を求める前のプロセスというか気持ちとして、こいつは私のことが好きなのかっていう疑念があるわけ。でそれを解消するための行動として、なんか例えば今どこにいるの何してるのみたいな LINE したりとか、もっとああしてほしいこうしてほしいとか不機嫌になったりとかっていう結果が生まれるわけ。なるほど。私がここまで理解したことを整理していいですか？どうぞどうぞ。
まずじゃあ男女が付き合いました。はい。男女が付き合いました。うん。男が愛情表現だと思ってやっていることは、女側には正しく伝わっていないという状況が仮にありました。はい。その中で男は生活の中で女を不安にさせる行動をとってしまいます。はい。自然の摂理として他の女と喋っていたり、うん、もうね、ホモ・サピエンスのコミュニティでは当然のことだと思うんですけど、そうすると愛情表現を受け取っていないと認識している彼女は、それを行動を見て不安になりますと。はいはい。不安になっちゃいました彼女。そうするとさっき言っていた相手をコントロールしたりとか承認をもらいたいみたいな欲求を原動力として、男に今どこにいるの、何してるの、好きって言ってよみたいな地雷じゃないや、メンヘラっぽい、言動行動をとってしまうようになると。そうです。そうすることによってメンヘラ女子が爆誕してしまうということですか。そのように思ってます。ああ、なるほどね。でもこの間なんかこれは偏見なんですけど、ここからは。はい。でも男の子はあんまり何も考えてない楽しく毎日暮らしてるから、結構その無意識化の行動を女子が深読みするっていうのは結構あるあるやと思う。なるほど。その例えばこの右手を上げたこの行動に何か意味があるのかみたいな。なるほどね。意味付けをしていくと。そうやね。なんかまあ私も女子として数年生きてきた中で、男子よりも女子にこの傾向が強いなっていうことをなんていう感覚として持ってて。はいはいはい。なるほど。だから多分男の子はこういう行動にはこういう意味があるとか、こういう時にあなたのことが好きだっていうことを表現してるみたいなことを言わないと、なんかそのちゃんと伝わらへんことが多いなっていうふうに思ってるんですよ。もう一回言ってもらっていい？なんて言った今？女子今の主語何？男子？女子？どっち？男と女出てきすぎた。なんかよくわからなかったんや。この文章でちょっと主語省略されるときついですね。男性は女性にする行動の、目的を女性に開示する必要がある。ああ、なるほど。そうすればメンヘラは爆誕しない。そのように思います。メンヘラ爆誕への処方箋になると、それか。はい。僕が思ったことを言っていいですか？どうぞ。男はそれを自覚できていないのでは？そうです。そうやね。やんな。じゃあもう無理やん。だからこれを発信することによって男は自覚しましょうと。世の男に行動を促してね。いやー、そういうことか。あなたはあなたの愛情を言語化しましょうっていうこと。俺のこの行動はあなたへの愛の表現なんだよって、ただ好きって言うとかじゃなくて、もう一段階抽象化して、俺が好きということは愛情表現なんだよみたいな、一つ上のレイヤーを発表しなあかんのか。非常に難しいことを要求してきますね。まあ好きっていうぐらいだったらさすがに女子側も分かりやすいけど、なんかもうちょっと抽象的な行動で愛情を伝えようとしてくる男子もいるやん。じゃあ例えば学校を想像してるけど俺、授業終わり、高校授業終わった後に、あなたのクラスの前であなたと一緒に帰るために、俺は待つと、この待ってる行動はお前への愛情表現なんだよって言った方がいいってことね。100点。でそのクラスの前で待つはちょっと微妙やん。
微妙。愛情表現なのか、まあ、そもそも私のこと待ってんのかもよく分からへんやん。いやもう同じクラスの田中君待ってんのかなみたいな。なるほどね。そういうことか。じゃあちょっと僕がじゃあアンチテーゼをいいですね、ぶち込んでいいですか。どうぞどうぞ。まあこういう試み、メンタルヘルスメンヘラ女子はなぜ誕生するのかやったっけ、お題。まあ、こういうお題について話すときにやっぱ言葉の意味から言葉の意味を取っかかりとして探求していくっていうのは一つ方法だと思うんですよね。なるほどね。メンヘラっていうのは何だっけ、メンタルヘルスが安定していない人みたいな意味やったっけ。そういう意味やと思うけど。そういう意味やと認識してるけど、俺も Google 検索しましょうか。ありがとうございます。そんな風にして調べれんねや。メンタルヘルス心の健康に問題を抱え、精神的に不安定な状態にある人を指すインターネットスラング。承認欲求が強く、構ってほしがり、感情の起伏が激しい、依存的でネガティブな言動を繰り返すといった特徴を持つ人を指すことが多いです。特定の病名でなく、主に自己肯定感の低さから来る不安を抱え、周囲を振り回してしまうような行動、重いめんどくさいと感じられる行動を指すネガティブなニュアンスで使われます。そういうことか。まあだからメンタルヘルスが安定していない人なんだから、その愛情表現どうこうとかじゃなくても、そいつがメンヘラなんじゃないのみたいな。で、なんかもうくじ引きじゃないけど、もうこの子を彼女にしようっつってペッて引いて、メンヘラでした終わりみたいな感じなんじゃない？まあその要素はなくもないけれども、なるほど。もちろんその本人の性格がなんか能天気なやつもいれば、ちょっとそもそも暗いやつもいるわけやん、男でも女でもそこはあるけど、やっぱその行動によって変わるっていう部分もあるなとは思ってますと。なるほど。で、なんかプラスでもう一個大きい要因になることが、やっぱ女子の暇さやと思ってて、やっぱ人で暇やといらんことばっかり考えてしまう。確かに。で、メンヘラな女の子ってよく言われる子、でなんか家におるのよずっと帰宅部でみたいな。なるほど。なるほどね。なんでメンヘラかもしれない女の子とかはなんか外出した方がいいっすね私メンヘラかもと思った女子。私メンヘラかもしれない今。それは日光を浴びようなのか、それとも暇な時間をなくそうなのか、どっちなの？暇な時間をなくそうやね。じゃあ習い事とかした方がいいってこと？習い事とかめちゃめちゃいいね。水泳とか始めたらいいんじゃない？水泳いいですね。時間も取られるし体も疲れるし、ぐっすり寝れるやん。いいと思います。結論、メンヘラかもと思った女子は水泳を習おうと、いうことですね。そういうことです。わかりました。以上でいいですか？はい。まあ男性陣は頑張って自分の愛を宣言していこう女性陣はプールに行こう。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。